はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ多聞丸です。本日は海藻特務空母ガンビアベイマーク2バズ病、こちらの方をお送りしていきたいと思います。作戦につきましては、旗艦にガンビアベイマーク2、洋艦にフレッチャー級駆逐艦1隻以上を含む第一艦隊で沖ノ島海域、北方エール海域の敵艦隊を反復撃滅、中部北部域ピーコク島沖に反復展開、同地の敵を撃破せよということで、2の4、3の5、こちらをね、各2回勝利を取っていくことと、6の4、こちらは勝利でいいようなので、最短で6回出撃ということになります。鹿屋さん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いいたします。いやー、今日もね、一日過ごしやすかったような感じはしますけども、でも暑いですね、相変わらずでも元気に、カンコレやっていきたいと思います。では最初に戦役メンバーの紹介の方から入っていきたいと思います。最初の沖ノ島海域については、今回ガンビアベイを旗艦にしなければいけない関係上、ちょっとねルートが固定できないということがちょっとありまして、編成の方につきましては、旗艦にガンビアベイ、正規空母加賀、赤城、駆逐艦のフレッチャー、雪風、そして巡洋艦矢作というメンバーで戦役をしていきます。若干ね、索敵値の方を高めにして、攻撃隊についてはちょっと今回2光線がいないので、艦載機の方でね、友永隊ちょっと乗せたりもしています。加賀さんにもうほぼね、攻撃半分3スロット乗せて2スロットが完成という制空担当も担ってもらいます。赤木さんはそうね、こちらも3スロットね、攻撃隊を乗せて1スロット制空担当と、あと電炭装備、こんな感じにしておきました。イデヤさん、こんばんは。イデヤさん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いします。駆逐艦のフレッチャーと火風に関しては、主砲と電炭の、今持てるね、最高のものを積んでいきます。そして矢作ですね。こちらも先制攻撃の好標的および主砲の搭載ということで、偵察機も載せてますので連撃もできますね。この部分も期待を込めていきたいと思います。鹿屋さん、今週末にランカー報奨配布ですって。イベント関連新装備だそうで、先月前回やらなくてよかった。いや、なるほど。ランカー報酬が、イベント関連ということは、前回の配信でも皆さんからね、アドバイス、情報いただきました通り、
意外に早くイベントが、開催されるということで、いろいろツイッターのフォロワーさんの中見てみると、まだねイベントの爪痕が残っているので、もうちょっと後の方が良かったよっていう人も多いようですし、イベント早くやってみたいそういったね方も多く見受けられたので、今回はね欧州ということもありますので、またいろんな新しいカンムスとも出会うことができるでしょうし、私もねまた工作戦、多分ね激戦になるとは思うんですけど、資源の方はもうちょっとね貯めていってやれば、なんとか勝負になるんじゃないかというふうには思いますけどもね。それと、今日のね、雑談枠ということで、右上にちょっと書いてますけど、サマール沖海戦のことについて話していこうかなと思うんですけど、ちょっとね中身がだいぶ広範囲にわたっていた海戦だったものですから、きちんと伝えられるかどうかちょっと自信があまりなかったりもするんですけど、要点だけ詰めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、最初の沖ノ島海域に出撃しましょう。と言ってる間に、遠征部隊がね帰ってきたので、まずこちらを出してからね行きたいと思います。今は遠征部隊に関してはひたすら東京急行ですね、1と2を回して、燃料弾薬と鋼材を集めているという感じにはしています。武器は足りるでしょう。いけない。まだ任務チェックし忘れてないか確認しないといけないなーってね。まだチェックしてなかったような、そんな気がするぞ。してないですね。ちゃんとね、任務はチェックしてから行きましょうね。はい、チェックしました。これで出撃準備は万全と。ここね、沖ノ島沖海域っていうところが、よく間違ってね、この沖ノ島沖戦闘哨戒に行ってしまったりするとね、空振りになってしまうので気をつけましょう。これ似てるんでよく私も間違いますので、皆さんはそうならないように気をつけましょう。はい、それではね、サマール沖海戦、連合艦隊主力に遭遇した、ジープ空母の奮戦というのがね、今回の、ご紹介するタイトルになっております。度重なるアメリカの艦上機の空襲をくぐり抜けてレイテ湾に向かう栗田艦隊。
それを迎え撃つアメリカ軍内部の意思疎通の損から非力な護衛空母を窮地に陥れた。小さなジープ空母たちの命を懸けた戦いが今始まるというのが最初の、エピソードというかね、始まりになっていきます。鹿野屋さん、なんでマップの名前が3つもあるんでしょうね。カンコレ。さて、そこは、なんでかな。名称がね、ほんと似てるのでね。軽空母龍城や。独特あな、龍城さん。でも、関西機を次々繰り出す、ちゃんとした空母なんや。期待してや。前回ね、97式艦上攻撃機のお話をしたとき、龍城航空隊の97艦砲も活躍したんですよっていうのをね、紹介しましたので、興味のある方はね、前回の配信をライブ残ってますので、ぜひご覧になってください。という宣伝でした。はい。では、続けて、進軍していきます。こちらは1944年10月17日のね、アメリカ軍がついにレイテ島を攻撃する、キング2作戦を発動。これに対して日本は堅固一敵の小1号作戦での反撃を試みるわけですね。艦上機の航空兵力が枯渇した状態だったものですから、もう水上艦隊による殴り込みで、レイテ湾のアメリカ侵攻艦隊を撃破し、海からの補給を断ってアメリカ上陸部隊のレイテ島防衛を、阻止しようという作戦ですね。ただ、正面から行ったのでは、エアカバーがない状態では全くね、歯が立ちませんので、そこでおとりを利用することを発案。殴り込みの主体とするのは世界最大の戦艦大和と武蔵を擁する栗田艦隊。これが主力となっていきます。そのアメリカ軍の攻撃を牽制するべくおとり役にされたのが、小沢提督の率いる小沢艦隊。小沢艦隊はね、もうね、前にもちょっとお話ししたことあるんですけども、追角、追砲、千歳、千代田のね、機動艦隊がいたわけなんですけども、もうね、搭載する航空機も、それを飛ばせる熟練パイロットも不足していて、もう機動部隊としての戦いはできなくなっていました。なので、あえておとり役ということで、その役目を果たしていくことになります。そして同時に、西村、島両艦隊も駿河尾海峡にね、向けて、レイテ湾に殴り込みをかけるというね、非常に苦しい、ね、戦いを、するということになっていきます。その前段で、渋谷海の激闘が始まっていきます。この時の艦隊の旗艦は準巡洋艦の愛宕。この艦隊がね、アメリカ潜水艦の攻撃によってね、たちまち、愛宕、マヤが沈没してしまうということが発生ですね。高尾もね、被弾しちゃうんですけど、この時沈没はなんとか免れたんですが、この時の被弾でもはや戦闘力をもう失ってしまうということになってしまいます。この時の旗艦が愛宕だったので、
搭乗していた司令部はそれから大和に移乗をして勝旗を掲げて作戦が継続されていきます。出撃からね、24時間もしないうちにすでに有力な従順3隻をね、戦闘能力がなくなってしまうという非常に幸先の良くない展開から始まりました。それでもね、栗田艦隊はまだその所在が知られてはいなかったので、殴り込みである目的地のレイテ湾へ向けて進軍をしていきます。そして、渋谷海に入ったところで、ついに発見をされまして、この時、指揮をしていた相手の指揮官は、ブルーの愛称で親しまれましたハルゼ提督と。こちらの、攻撃がね、艦載機によって、行われることになります。この時のアメリカ側の、反応というのは、日本海軍はね、もう持ち金を全部はたいて大博打に出たんじゃないかと。全艦隊を投入して艦隊決戦、こっちに一泡吹かせようというね、そういう風に捉えていたようです。これにはかつてね、ガダルカナル島で行われました、東京エクスプレスみたいなね、強行輸送作戦ではないかというね、予測も立てられていたんですけども、ちょっとそれに比べると規模がでかいと。ましてや空母までいない丸裸で戦場に来るというね、そんなことはないだろうということで、空母がいないということが、アメリカ側としては牽制になっていたようですね。必ずどこかにいるはずだと。そういったアメリカ側の発想に、ハルゼはね、日本側のおとり作戦に引っかかる、原因となっていきます。ということでね、最初の、戦闘勝利ですね。ルートもそれなくてよかったよかった。さあ、誰が来るかな？誰かなと、不相さんですね。姉の不相です。妹の山城ともどもよろしくお願いいたします。はい。それではね、最初の戦闘がこれで完了ということなので、ただね、もう一回行かないといけないんでね。万全の体制で出撃したいから感謝はするわ。被弾をしたのはフレッチャーとヤンギだけか。今回はだいぶ、被害は少なかったね。よし。では2回目いきましょう。はい、こちらね、作戦。皆さん、ご用意は？はい、了解です。艦隊機関、ギャンビューベイ、抜病します。はい、ここで、先ほどからハルゼンがね、どういう選択をするのかっていうのが非常に重要になってくるところなんですけども、索敵のために、空母レキシントン2から発進した偵察機ですね。3機が逐次小沢艦隊を発見。旗艦の空母髄核が、ヘルダイバーと母艦との交信を傍受しており、接敵を伝える平文を緊急電を確認した小沢は作戦の成功にこれでいいんだとうなずいたと。つまり
ハルゼはね、このおとり艦隊に、攻撃隊がいるというふうに判断をして、攻撃を開始していきます。一方、アメリカ側はこちらの艦隊のことを北方部隊と称していて、発見したハルゼは、時間が遅すぎて、当日の攻撃は不可能と判断。そこで、ダーティートリックスとともに、このダーティートリックスっていうのは、このハルゼの領艦というか、ブレーンですね。その方とね、現状の情勢を分析して、そんな案が出てくるかどうかもわからない、ネズミの巣穴の前にじっと待つようになるもんだ、みたいなね。そんなこんなで、アメリカ側もこの攻撃をどうするかということを、悩んでいたということが伺えます。スクさん、こんばんはです。今日もね、元気にこれやっております。皆さんも、元気にイベントの用意も、していきましょうね。各艇、ハルゼ艦隊は第38任務部隊の艦隊空母兵力を分割せず、手元の3個空母任務部隊全部で日本軍の主力空母機動部隊と認識したこの小沢艦隊を追撃にかかっていきます。そして彼はこの日の一号一二時に戦闘計画の編成に関する、ビッグブルーフリートとして全国に向けて発信しました。ついに突破したんですね。エキストラオペレーション第5海域のあそこはね、レキュー、道中も大変だし、ボス戦もね、ダブルレキューとかね、出てくるから本当に攻略大変だったと思うんですけど、本当におめでとうございます。イベント回帰でもね、あんなボスがね、出てくるっていうのは本当に、講談作戦の、最終一歩手前とかね、だったらありえるんですけどね。でもこれで、次のイベントも、安心、安全ということですね。作戦式でした。こんな艦隊なら、また一緒に出撃したいものです。5-5の海域は、最近導入された、任務関連でもね、行かないといけなかったりすることがありますので、戦艦空母でご利用ししましたね。戦い方もいろいろね、選択肢があります。スクさんのようにね、戦艦空母でもう正面から殴り合うというね、戦い方も当然 OK ですし、中には輸送艦を編成をして、道中レキューを回避して戦いを挑むというね、戦い方もできますし、さらには、まだ私も挑戦をやったんだけど失敗をしてしまいました。野戦ルートというね、一番下のルートから行って攻略するっていうのもできることはできるんですけど、これには相当な連動が必要になりますので、もしね、腕に覚えのある、やってみたいという方はね、ぜひ一度挑戦されてもいいのかなと思うんですが、かなり編成がね、きついんですよね。確か、ドラム缶も乗せないといけなかったりして、装備の枠も取られちゃうんで、それでちょっと断念したというところが
正直ありましたのでね。招き猫さん、こんばんは。招き猫さん、こんばんはです。今日も、元気にカンコレやっておりますので、最後まで見に行ってもらえればと思います。潜水録、その編成もありましたね。なんとか、ボスルートに乗ってくれることを祈ります。道中でね、突破しても、ボス前で逸れたりするっていうことが若干ありますので、気をつけたいですね。ということで、ボス戦まで来ました。どこまで話したっけかな。小沢艦隊が、カルゼ艦隊に、攻撃目標とされたというところまで先ほどお話ししました。この時、第38に空母任務所属のインディことインディペンデンスには机上レーダーを装備したグラマン F6F ヘルキャット艦上夜間戦闘機とグラマン TBM、TBF アベンジャー艦上夜間攻撃機を擁する夜間軽空母航空団が配備されていました。同艦は世界初の野戦空母として運用されています。なので、日没後、同艦は夜間作戦を命じられ、夜間索敵を命じられ、小沢艦隊のみならず、栗田艦隊の運気も捉えることに成功。まさに野戦空母の面目躍如ということになりますね。ここに出てきた、野戦空母というのも、今、運用してます、ガンビアベイもね、きちんと装備を整えれば、野戦空母として戦うこともできますけどもね。今日はちょっと野戦までは行かない予定なので、その装備はしませんけども、出ました。昨年度ね、まさかの、水に実装になりました。雪風。いやー、久しぶりに見たな。今はね、買いにも来て、すっかりもうおなじみのスタイルになってますけど、本当にね、雪風2個ですよね。はい、イベントもあと1ヶ月切ったと思っていいと思います。タンカー輸出護衛任務はほぼガン回し状態でねやっております。こちらの任務、4時間っていうことで時間は結構かかるんですけども、全キラ出しておければ獲得アイテムでね、高速修復剤ちょっと今妖精さんで隠れちゃってますけど、今回は1個取ることができています。佐野屋さん、水着ユッキーだ。買いにだとこれ着てくれないんですよね。そうなんですよね。前回もね、ちょっとそのお話したんですけど、買いにだと水着モードにならない子がね、いたりして、その時の私たちの結論としては、これはもう、仕様だからしょうがないということで決着したわけなんですけど、雪風もその一人ですね。いや、燃料に関してだけはね、集中的に集めておかないとね、基地航空隊でも使うし、連合艦隊でも使うし、修理でも使いますからね。あとなんでしょうね。今日はカンコレちょっと重い気がするな。なんでかな。
皆さんのところはどうですか？サクサク進みますかね？なんか今日は通信がなんか途切れそうな感じがするんですけど、大丈夫かな？修理が必要です。次の作戦に備えますね。修復に入らせていただきます。はい。で、最初の私の、コメントを残して固定してますけども、これね。今回の出撃メンバーの、装備と編成が載っていますので、ご参考までに、確認していただければと思います。福さん、自分とこさ問題ないっす。あ、そうですか。単に私のパソコンのスペックが足りていないだけなのかな。であれば全く問題ないんですけども、いきなりね、寝込ってしまうと、困るなと思ったので、ちょっと聞いてみました。それではね、続いて、北方エール海域、ホッポちゃんのね、いる海域に行くわけなんですけど、編成の方は、上の方からね、ガンビアベイ、加賀、赤城、ここまでは、フレッチャーまではね、一緒で、先ほどまで、入っていたところ、こちらの方には、鹿野屋さん、こちらは大丈夫そうです。ゴーヤは大破したけど。そうでしたか。仕方ないね。福さん、ブラウザなんでどっちかというと Wi-Fi じゃないですかね。通信の関係でしょうかね。配信しながら通信もしてるので、負荷かかっちゃってるのはしょうがないんですけど、最近あんまりそういった中断するっていうのがね、なかったので、あんまり気にしないでいきましょう。あんまり重くなるようでしたらね、またちょっと上げて出撃をしたいと思います。メンバーの方には、今回は日清、水上戦闘機と、あとはね、地上先制攻撃ができる好標的装備となっております。あとはね、変わりないですね。はい。さあ、こちらで突破をしていくんですけど、大丈夫かな？ちょっと編成を確認。自分の編成を確認。多分足りてる。いいね。多分。この多分がね、なかなか怪しいんですけどね。では、行きましょう。皆さん、ご用意は？はい、了解です。艦隊機関、ギャンビューベイ、抜病します。Enemy surface warship? やだ。各艦、緊急戦闘配備。敵です。So terrible. そして、ここでね、思惑の行き違いということが、起きてきます。これは、あちこちからね、アメリカ側としては、敵艦隊の動き、栗田艦隊、小沢艦隊の動きはもう見てはいたんですけども、次々にね、情報が来るわけなので、これらをちょっとね、分析しないといけないということで、日本側としては、栗田艦隊が北回り、で、西村艦隊は南回りで、それぞれ進撃をしていて、最終的には、レイテ湾に突入するというのもね、一応机上では見えてはいたわけなんですけども、さてそうなってくると、一体どこで検疫したらいいのかというのをね、考えなくてはいけなくなってきます。索敵や先生を大事にしないと。で、頭の中で何か
まあそこで、ハルゼの方ではね、第7艦隊をね、自ら、身を守るだけの兵力を持っていましたので、この艦隊を使って、西村艦隊をね、撃滅してから、返す刀でレイト湾方面に向かえば、護衛空母軍の航空兵力と合わせて、栗田艦隊の現役はできるだろうというね、考え方で動いていきます。そのため、小沢艦隊の殲滅に全力を投じたようですね。複雑回帰なレイテ作戦図だな。カンコレ第1期のね、前段と後段って分けた上で、なおかつ広い戦いでしたからね。説明するのもちょっとね、非常に難しいところではありますけども、ここでいよいよ、攻撃目標が、誰がどこに行くのかというのは、大体こう決まっていくわけなんですが、ここでね、アメリカ側の、情報収集についてなんですけども、正確な情報はやっぱり欲しいですよね。そのため、味方のね、通信文をね、傍受して解読する、盗聴というのをね、どの司令部も日常的にやってたらしいんですね。やってたんですよね。そういったことで、自分の艦隊、戦況が逼迫してくると、直接関係のない、盗聴チェックというのがね、横行していて、それもあって、情報が確かにあることはあるんだけども、ありすぎるのもちょっと問題だと。これで現場の方も指揮系統はね、本当は一本化されていればその通りに動いていればいいんでしょうけども、各艦隊が独断でやはり動かざるを得ない時はありますので、そういった判断材料としては情報は必要なんですが、それでちょっと現場の方は若干混乱気味になっていったりします。今回は、出撃するね、このガンビアベイのマーク2任務ということで、艦隊名も、タフィー1、タフィー2、タフィー3と各海域の攻略艦隊をそういう名称の艦隊にはしていますけども、ポッポちゃんに来ちゃったか。ここだよね。この海域の一番やっばいところはね。はて、火を吹くか。火を吹いてほしくないが、どうだ。ポッポちゃん以外は倒したけど、おっと、狙ってきたな。今回は倒さなくてもいいんだからね。やっぱりもらっちゃったか。ホッポちゃんだからしょうがないね。別府置いてけ。ね。今日は置いていけないんだ。許してね。そしてね、いよいよ、ジープ空母たちに栗田艦隊の、戦いというかね、その場面になってきます。連続マヤさん。レイテといえば、マヤさんもね、活躍する前にね、脱落しちゃったんでね、かわいそうなことをしてしまった。
そして、いよいよね、Enemy surface warship? やだ。各艦緊急戦闘配備。敵です。とんでもないものを目撃します。丸640、眼下に大艦隊を発見します。なんだ、あのビッグブルーフリートが来たのか。あれ、空母が見えないぞと。気になってよく見ると、特に大型艦は日本艦の特徴といえるパゴダマストを備えているではないか。ブルックスは大慌てで艦首と隻数を数え、ファッションベイの CIC に報告する。0643時のことである。敵の水上戦闘艦部隊がすぐ近くに来ている。少なくとも戦艦4、重巡洋艦4、軽巡洋艦2、駆逐艦10からなる20。位置はタフィー3の北東約20マイル、約30ノットで接近中。この報告を受けたファッションベイからでは、パイロットが未熟ゆえ何かの間違いではないかと疑ったが、このため本人の氏名を確認した上、報告の反復を求めたところ、強い口調で報告内容を肯定。戦闘の方は、それならよかったです。大変ね。だいぶダメージ入っちゃったね、ここも。私、妙高型重巡洋艦妙高と申します。共に頑張りましょう。この艦隊はパゴダマストにでっかいミートボールを、The mission is completed. 擁しています。間違いなく日本軍です。しかもそれとほぼ同時に同艦の無線室が日本語の音声通話と日本の暗号伝文を大感度で傍受し始めます。にわかに生じた危機的な状況に開口一番こう言った。そんなはずあるわけがない。だが栗田艦隊は急速に接近しています。いよいよね、戦いが、始まろうかなというところまでは来ました。だいぶ間はしょってますけどね。飛行艦隊の修復に少し時間がかかりそう。すまんの。この北方海域はね、ホッポちゃんがいるってだけで修復に入らせていただきます。攻略難度が結構高いですからね。それでは、もう一度行きましょう。皆さん、ご用意は？はい、了解です。艦隊機関ギャンビルベイ、抜病します。そして、この時にはもうすでにね、栗田艦隊の、砲撃が始まっていました。最初に攻撃を受けたのがオマニーベイ、CV75。同艦隊が各艦が盛んに対空砲火を打ち上げているのを自ら目撃に及んで、ハルゼイは私たちを放り出して行ってしまった。マッカーサーの海軍だろうがビッグブルーフリートだろうが同じ。軍歌怒りを上げての仲間なのに。かつてね、パールハーバーで日本軍のね奇襲攻撃を受けた際、その当時のことをね知っている方もこの艦隊にはいたようで、護衛艦隊を護衛空母艦隊をね風上の東に向けて
一斉回答させ、各艦から、艦上発艦を命じます。すると一部の護衛空母の艦長から、今まで上陸作戦の航空支援に従事していたため、対艦攻撃用の鉄鋼弾や魚雷の保有数が極端に少ない旨を報告を受けるということで、本来こちらの護衛空母というのは対艦攻撃用というのではなくて対地攻撃用の支援、そういった任務がね主任務だったので、こういった、報告が、上がってきてしまいます。そこで、指揮官は、対地攻撃用の瞬発進艦付きロケット弾、装甲貫通力がないが爆発力に優れた陸用の高性能爆弾を敵艦に攻撃するように指示。これらで撃沈こそできないものの、対空火器、射撃包囲板にダメージを与えることができれば、敵の戦闘能力を削ぐことができるというふうに判断をしたそうです。それに伴って、護衛空母4隻を擁する第25護衛空母戦隊と同じく2隻を擁する第26護衛空母戦隊からなっていましたが、全護衛空母とも艦船はワイルドキャット、艦砲はアベンジャーを搭載と。その合計機数は、前者が96機、後者が72機。数はまあまあいましたね。しかし、あらかじめ前期が発艦準備が整っていたわけではなかったので、発艦させられる機体は、もうさみだれ式にね、もう出られるものから出していくというね、そういう展開になっていきます。中にはもう兵装未搭載の状態のまま飛び立ったアベンジャーもいたようですね。そして、回答はこうです。もう即刻眼前の敵を攻撃せよ。もうこれしかないと。一方、栗田艦隊でも、同時刻に、その艦隊を発見。当初は合同予定の西村艦隊の残余か、あるいは前夜から動向不明の小沢艦隊ではないかと考えていましたが、その歓迎が次第にはっきりするにつれて、アメリカ空母機動部隊であるということが判明。敵はエンタープライズ型の航空母艦を含む空母6隻だというふうに栗田艦隊では捉えていましたので、当然テンション上がりますよね。敵の主力がまず目の前にいると。はい。ということで戦闘の方はフレッチャーがね大破しましたので撤退します。はい。ここはね、途中で事故るんだよね。今日初の撤退ですな。この体じゃけん風呂に入らせてもらうけんの。この程度傷のうちにも入らないけど。I'm sorry. I will go fine. ここでね、ちょっと、疲労抜きしないといけないので、ちょっと 2,3 分ほど、もうちょっとかな、待たないといけないな。よし。じゃあちょっとだけ、休憩させてください。じゃあちょっと5分ほどね、休憩したいと思います。その間、ちょっとね、BGM をかけたいと思います。何にしようかな。
これでいいかな。よし、決めた。BGM は、佐世保のしぐれ。今回は歌詞付きをね、流したいと思います。正直じゃない僕の昨日はわがままに見えてしまうよ。雨の日も君といれるから悪くはないと思っていたけれど、あの秋の夜を忘れない。一人の雨、そして終わりの冬、そっと閉じた
多聞丸のカンコレ、多聞丸です。はい、準備が整いましたので、また、出演機をしていきたいと思います。さあ、行こう行こう。CVE-73 ニューキャンビルベイ出撃します。もう怖くなんかない。もうね、何も怖くないってね、いうことなので、今度は大丈夫だろう。先ほどまでは、アメリカ側の情勢を、話していました。ここからは、栗田艦隊のね、攻撃がいよいよ始まります。大和以下各艦の訪問を開きます。その直後、戦艦と巡洋艦に突撃が命じられ、駆逐艦は放置されます。理由は、駆逐艦に高速の突撃を命ずると、燃料消費が高くなって、キロ燃料不足が懸念されたために加えて、駆逐艦が突出して敵に肉薄した場合、5人で味方討ちになってしまう恐れがあるということですね。各護衛空母の周りにはね、栗田艦隊から着弾による水柱が立ち上がります。奴ら、テクニカラーの砲弾を撃ってきます。これはファンションベイの環境に立った見張り員が叫んだ。日本の砲弾は起こすね、水柱。その周囲の海が赤、黄色、紫などの色に染め上げられていきます。これは時間の着弾が判別できるように、各艦ごとに割り当てられた色のペイントが砲弾に仕込まれていたためでしたが、これを見た彼は当時のハリウッド映画に取り入れられたカラー映像方式の名称に引っ掛けてそう報告したそうです。07二丸時、ガンビアベイと同じ同26護衛空母戦隊に所属するキトカンベイはワイルドキャット11機とアベンジャー6機をまとめて発艦させることができました。このささやかな戦雷連合攻撃隊を率いる司令官は以降戦闘中ずっと空在し、全体指揮官として各護衛空母からの艦上機の攻撃を統制をしていきます。最初の空襲は機数が少なかったため大きな効果を発揮しませんでした。しかし、ワイルドキャットの250ポンド爆弾、また対地用爆弾、兵装を使い切ると今度は機銃装車の反復、見張り員や対空火器要員など露天任務に就く日本の乗組員に対して攻撃を仕掛けていきます。初見さん、こんにちはです。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。ゆっくり見ていってください。はい。そして本来、雷撃隊のアベンジャーもまた、初期の空襲の時には、雷装ではなく爆装または、爆弾ですね。これで攻撃をしていましたが、ワイルドキャットよりも、スピードが遅いですからね。それでも機銃装車を実施していきます。また、数機による航空攻撃はしばらく反復され続けます。栗田艦隊はこの各艦のこれらの低強度の
空襲で深刻な損害こそ被らなかったものの、乗組員の死傷や露天配置の各種機材の損傷が相次ぎ、日本機は一機も出撃しない状況なのに、ワイルドキャットの中には20回も機銃相当の反復をした機体までありました。従巡洋艦トネもワイルドキャットの50口径の銃弾に艦長が負傷、また環境のジャイロコンパスも命中して環境内にいた、乗員にも死傷者が続出。護衛空母の艦上機にヘルダイバーが含まれていなかったのは栗田艦隊にとっては幸いでした。同機の主翼機銃は50口径機銃 12.7mm ではなく 20mm 機関砲で、駆逐艦など艦全体を巡洋艦や艦橋や上部構造物を貫通できるため、被害がさらに大きくなったと思われます。そして、ここで登場してくるのが、勇敢なるビッグボーイことリトルフェロー。おい、ジギー、心配するな、俺たちがついているぞ。慌てて早まるなよ。約20マイル南方に所属するタフィー2の司令官、スタンプは、声援を送っていきます。おっと、ここは今回は抜けられたな。よし。ここでね、タフィー3に所属する駆逐艦たちが、戦場に到着します。その中にはサミュエル・ D ・ロバーツもね、含まれています。これらの駆逐艦はしんがりを受け持ち、非力な護衛空母の軍を隠蔽すべく煙幕のスクリーンを張って反撃に転ずる艦もありました。特にこの時に勇敢に戦ったのが、ジョンストンですね。天だ、面舵一杯、天だ、鳥舵一杯。まるで貨物列車が通過する時のようなガラガラという音を立てながら通過する中、砲弾は二度と同じ場所には着弾しないという古くからの格言に従って天打を繰り返しつつ、日本戦艦の巨砲に比べれば豆鉄砲ごとき、ジョンストンの5インチ砲から大しく火を吹きながら栗田艦隊へと向かっていきます。そしてついにジョンストンは、栗田艦隊と肉薄、魚雷を発射させます。日本側からは、着弾による大小水柱に囲まれながら疾走する同艦の2機5連装魚雷発射艦から約10本の魚雷が次々と発射。このうち1本が第7戦隊機関である従巡洋艦熊野の艦首に命中。同艦は14ノットまで速力が低下。従巡洋艦鈴谷に機関を譲ります。しかし直後ジョンストンにも戦艦金剛からと思われる砲撃が複数命中。後部機関室とボイラー室が大損害を被ります。これによって、ジョンストン、完全に、戦闘力を失って、しまいます。また、
全身がね、蒸気でもう包まれてしまって、ほとんど全員、戦死されたというふうに伝えられています。おー。遊具も型駆逐艦4番艦長波様だよ。さあ行くぜ。おー。長波さん。うん。前回ね、大活躍。おそらく今後も活躍を続けていくことになると思われますね。ふう、なんとか、1回で、撤退が1回で済みましたね。ちょっと任務の確認をしていきましょう。はい、これで、2の4と3の5が攻略できたので、ちょうど隠れちゃってるな。うん。80% まで、来ていますね。うん。さあ、あとは最後ね。うん。ここで、ジョンストン、今ね、話に出したんですけども、今日ですね、ツイッターを見ていましたら、そのジョンストンの、船体を発見したということが報告されていました。うん、なので、それをね、ちょっと今これからお出ししたいと思います。このちょっとだけの映像なんですけどもね。これでいいかな。よいしょ。よし。映像は、こちらですね。ほんと22秒なので、ゆっくりとはいきませんけど、ご覧ください。ちょうどこの5インチ砲がね、映っていますね。ここは、環境部分なのかな。基準があります。そして557。ここで一旦止めますね。あの戦いから、まだ、本当海中の中にあったということで、船体がね、形を残しています。レイテ沖海戦で、沈没ということなんですけども、世界の中でも一番深いところで発見されたということも、なんていうか感慨深いな。一応私のツイッターの中のブックマークというかね、LINE に残ってるので、もしご興味ある方は、レイテ沖海戦で戦没、米駆逐艦の調査に成功、世界最新でね、ググっても、ちょっと長いかな、ググってもらうと見ることができるので、よろしくどうぞ。そしてあと最後ね、攻略していく海域は6の4になりますので、ちょっと編成と装備の方を変えていきます。カノヤさん、カンコレのジョンストンにもきっちり557とある。さすがゼコ老師。ね、きちんと、そういったね、
抑えるべきポイントはきちんと抑えています。そして、今回の最後の回帰には、ジョンストン、当然出撃ですね。今回はフレッチャーもしくはジョンストン、どちらかの出撃が、義務付けられていますので、装備の方ちょっと変えないといけなくて、ガンビア・ベイの艦載機ですね。制空担当しないといけなくなるので、こちらの岩本隊ですね。そして、あとは、皆さん通称言ってるパンケーキですね。こちら、はい。装備をしていきます。そして武蔵ですね。主砲と鉄鋼弾、偵察機と水上戦闘機というね、組み合わせになっています。武蔵はね、直接、戦闘には参加する前に沈んでしまいましたけど、今回はこちらの方で出撃ということになります。そして最上も、西村艦隊ですね。主砲と、ダイハツ東艇の戦車中隊、内科艇と、先制雷撃の好標的という装備にしていきます。そしてユラさん、一応対地攻撃と道中対戦担当をしてもらいます。そしてね、先ほど紹介ありました、ジョンストンも出撃ですけどもね、装備はこの手法1個しかないんで、フレッチャーから借りますね。5インチ砲の電弾付きのね、いけない。こっちが回だからこっちかな。これだな。はい。こちらの GFSC 付きの手法に換装と。そして最後に、朝潮型駆逐艦、最終艦ですね。霞には対地装備の戦車中隊と、上車、そしてまだね、ちょっと私の霞はまだ対戦100なってないけど、一応対戦担当でいきます。これで制空と、本域を両方兼ねていけますし、あとは基地航空隊の、飛竜、2中隊、そして銀河、そして偵察機とね、いった編成の1航空隊を出撃。ここはね、1個しか出せないんでね。では、行ってみましょう。怖くなんかない。基地航空隊はボス集中。行ってみましょう。最初は対戦、水艦戦ですね。そしてね、もう一人、
果敢に戦闘をしていく、駆逐艦、サミュエル・ B ・ロバーツもその雷撃の位置まで肉薄します。このサミュエル・ B ・ロバーツはね、金剛からの砲撃を受けて大損害を生じてしまい、ほぼ全員ですかね、官と運命を共にすることになります。ですが、戦艦のごとく戦った護衛駆逐艦としてね、その艦闘精神を称えられて、います。今も称えられているんですね。ここで被弾か。ですが、こういった、護衛駆逐艦たちの、まだ道中なのにきついな。大丈夫かな。奮戦などもありまして、護衛空母軍はね、被弾をして、中にはね、沈没する艦も、ガンビアベイもね、その一人なんですけども、なんとか全滅は免れたと。中波は無傷。まだ大丈夫。ただ、ガンビアベイに関しては、撤退をする中でしんがりを務めたということで砲弾が集中したということもありましたが、その艦は、浮上をし続けました。なので、乗っていた乗組員のそのほとんどが、生存者として、救助されています。そして戦いはまだまだ続くかと思われましたけども、やられちゃったな。やはり水着では動きにくいのかな。ちょっとダメみたいですね。よかった、よかった。白露型駆逐艦1
はい、一番艦です。はい。被弾してしまいましたので、撤退しましょう。はい、The mission is completed. Well noted, and thank you. 覗くな、バカ！ったく、いつまで経っても。やだもう。覗くなよ。ああ、風呂はいいな。ありがとう。やっぱりね、この海域は道中が長いんでね、簡単にはいかないと思ったけど、ちょっとジョンストンだけは一回キラ付けさせてもらいましょう。そしてね、戦いが続くかと思いましたけども、ここで、栗田艦隊は反転をしていきます。戦闘の成り行きを見守りつつ、いつ、自分の集団が殲滅させるのかと恐怖に油汗を流していた、このタフィー艦隊、眼前で起こりつつある現実に自らの目を疑うと同時に大きく安堵した。そうですよね。このまま戦闘が続けば間違いなく全滅させられていたことでしょう。しかし、栗田艦隊も敵空母の追撃からレイテ湾へ突入するというね、本来の任務がありますので、その攻撃にシフトして隊形を整えるべく各艦の集合を呼びかけます。ですがこの栗田艦隊に対しても、果敢にね、艦上機による攻撃を、過剰攻撃を継続してきます。パイロットたちも必死に、母艦を守るために戦います。この時の、攻撃のために、鈴谷がね、被弾をしてしまって、いわゆる、誘爆ですね、起こしてしまうことになります。その後、こういった攻撃を繰り返されたために、そのままレイテ湾に突入することが困難だと判断をして、栗田艦隊はレイテ湾に向かわず反転。これが名高い栗田艦隊謎の反転ではありますけども、これには護衛空母軍のね、艦載機たちの働きが大きく影響していたんだろうなと。それに、ジョンストンやね、サムエル・ B ・ロバーツといった駆逐艦の果敢な攻撃にも阻まれて、大きく燃料をね、消費してしまいましたので、これ以上やっても損害が増すばかりという判断だったのかなと、私個人的には思ってしまいました。という感じのサマール沖海戦でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、説明するのも、いろんな、戦闘報告とかね、経過とかも、時間単位に書いてるところもあったりするんですけど、そこはなかなかお伝えするのがね、難しいと思ったので、
大まかな戦闘をしている箇所だけ抜いて、お伝えしようと思ってみました。CVE-73 ニューキャンビルベイ出撃します。もう怖くなんかやっぱりここは2番目と3番目の戦闘地区をどう突破するかが問題だな。これで無理だったら基地航空隊を分散して出すべきか。鹿野屋さん、現在では反転せず突入したとしても戦果は少なかっただろうという意見もありますね。まあ我々はね、もう歴史として、結果だけを知ってるので、もしね突入していたらということも考えることはできますけども、実際の戦闘を行っていた側としては、予想に反してね、反撃を受けてしまったということが、誤算だったんだと思います。その戦闘の中でね、確かに制空権のない戦い、必ずしも、有利な状況ではあったわけではないんですけども、眼前にね、すぐもう目の前にいたわけですから、おそらくもっとね戦果が上がると、反撃を受けずに相手は逃げていくだけだろうというふうに思っていたんだろうと思いますけども、それが意外な反撃をねしてくるものですから、そうなってくるとね、当然打ち合いになりますので、熊野のように、沈没こそ免れましたけども、戦闘力を喪失、トネもね被弾をしてしまって、実際の戦闘もできずと。インタビューに対し疲労で判断を誤ったと答えたそうです。指揮官がずっとね起きていたということもあって疲労がねあったのかもしれないんですけどもね、でもこういった戦闘経過を見ると、もうこの艦隊でさえこれだけ、反撃をしてくるわけですから、突入したら一体どうなることになるのかというのはね、想像しがたいですよね。相手も全滅必至で抵抗してくるのは分かっていますから。はい。ということでね、レイテ沖海戦といいますか、その一部のサマール沖海戦を今日は、紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。もし少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。でももう今日の出撃はねまだ終わってないので、まだ最後まで、攻略するまで今日は配信続けますよ。よし、なんとか持ちこたえたな。もう一本。
よしよし。でもまだね、空襲残ってるんだよね。このままボスに行ければいいんだけども、もう一回戦闘があるんで。Did I help you? Really? それならよかったです。うん、ここもたまにね、抜けてくるから怖いんだけどね、大丈夫かな。前回のイベントで学んだ輪形人、空襲は輪形人で、これ警戒陣があった時は警戒陣でもねって思ったけど、やっぱり空襲は輪形陣の方がいいです。被害がね、私体感的には2、3割くらい違うような気がします。よし、離島世紀。ようやく着くぞ。それならよかったです。一応この、海域に関してだけはA 勝利でね、目標達成なので少しは気は楽なんですけどもね。硬いからね、ちゃんと攻撃当てないと落ちないからね。よし、もう基地航空大で終わっちゃっていいよ。いいよいいよ。戦う前にもう勝負はついていたか。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。突撃よ。今の僕は負けないよ。甘い甘い。よく狙って。ナイスバトル。無理。この格好動きにくいったら。じゃなくって。ちょっと基地航空隊が頑張りすぎたかな。いいね。でもね、長引くとやられちゃうんで、まずは1勝です。はい。私は大和型。その改良2番艦だからな。当然か。しかし、礼は受け取ろう。マイク音量大丈夫？チェック。ワン、ツー。よし。はじめまして。私、霧島です。はい、霧島さん、よろしくね。ふう。あとはもう一度。やられちゃった。提督、申し訳ありません。この体。ああ、風呂はいいな。ありがとう。このまま行ってもいいけど、どうしようかな。まあ2分ぐらいだし、ちょっと待つか。よろしくお願いいたします。流しそうめんか。これもなかなか面白いギミックがあるみたいだからちょっと欲しいんだけど、ちょっと高いんだよな。今まだコインがね、だいぶ使っちゃったんで、
ちょっと心もとないんですよね。あとね、今回実装になった新たな家具としては、この2つなんですけど、この窓のない部屋がなんでこんな高いのかちょっとよくわからないんですよね。謎仕様ですね。今はちょっとまだ、このまま保留しておきましょう。あとは大体、キリタンスはね、みんな高いからね。鹿屋さん、虚空に消えてゆく流しそうめん派なかなかシュールでした。あ、そうか。流しそうめんは流すと消えていくんですね。これも謎仕様ですね。よし、それでは、出演機していきましょう。基地航空隊大丈夫かな？大丈夫かな？補充もしたし。はい。皆さん、ご用意は？はい、了解です。艦隊機関、ギャンビューベイ、抜病します。では、最初の対戦。対潜水艦船用意。やだ。各艦、緊急戦闘配備。敵です。ワッシューズ。ユラ、もう負けないから。僕は負けないよ。甘い甘い。ワッシューズ。ああ、もうバカばっかり。実践あるのみよ。負けないから。ナイトバロー。無理無理無理。ナイトバロー。無理無理無理。じゃなくて、もう負けないから。じゃなくて、やってみましょうか。動きにくいったら。よし。ここはね、突破さえすれば OK なので、どんどん行きましょう。ここからはね、通常戦闘が入ってくるんで、直撃かよ。冗談じゃないよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。同行戦。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。今の僕は負けないよ。甘い甘い。ワッシューズ。ナイトバロー。無理無理無理。ユラ、もう負けないから。じゃなくて、もうバカばっかり。やってみましょうか。実践あるのみよ。やるわ。まだ期間はない。動ける。無理無理無理。全然やれるんだから。じゃなくて、少しはやってみましょうか。褒めてあげるわ。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。うわぁ艦隊が反壊してしまった
まだ中波無傷。大丈夫。うん。私は大和型。その改良2番艦だからな。当然か。しかし礼は受け取ろう。うん、こうなってくるとあと武蔵が頼りだな。ここまで苦戦するとは。もうね、臨形人だからね。さあ行こうか。僕が相手だよ。あ、まずい。これはまずい。やっぱ無理だよな。いやー、TG 不利ではな。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。サミダレを集めて林って場所だってよく聞いて。マシューズ、この格好動きにくいったら。おお。いや、ちょっとこれでは突破はするのは無理ですね。ここは帰りましょう。帰ればまた来られる。撤退。せっかくの航空甲板が台無しだよ。整備や修理も大切よね。覗くな、バカ！ああ、風呂はいいな。さてどうしようか。もちろん了解です。I'm doing well, thanks. よし。ここは、少し、キラ付けをね、してから行かないとちょっと無理そうですね。なので、またちょっと5分ほどお時間をいただきたいということで、少々お待ちください。その間には、またちょっと一曲ですね、おかけしようと思います。さっきはこれだったんで、よし、これでいこう。それではね、久しぶりに鏡崎でもかけていきたいと思います。よいしょ。この手に寄せる
差しの色この目開いてその顔見れば翼束ねて鳩を越えてあげる指を絡めて抱きしめたなら炎の海も怖くはないの翼を放ち戦の空へかける私とあなたいかければそうおぼろ月夜が綺麗ね今夜の勝負は引くに引けない譲れはしない女心よね胸秘めた想い一ついいのよこのまま心が残るのなら海向かい願い一つ百万石の誇りよがこの指触れた湯がけぬくもり心残してその先見れば翼たたんで港に向かい帰る天敵必殺心情なれど心の隙も見せたくないの若鶴たちも戦の海へ走る一の矢二の矢いたければそう外周一色けれども今度の勝負は油断できないできるはずない女心よね胸秘めた想い一ついいのよこのまま何かが残るのなら明かりの山に願い一つ百万石の祈りよ鏡私とあなたいかければほら桜吹雪が綺麗ね今夜の勝負も引くに引けない引けるはずない女心よね胸秘めた願い一ついいのよこのまま心が残るのなら忘れない想い一つ百万石の誇りよ鏡咲この手に寄せる複差種の色この目開いてその顔見れば翼束ねて鳩を越えてあげる指を絡めて抱きしめたなら炎の海も怖くはないの翼を放ち戦の空へかける
私とあなたいかければそうおぼろ月夜が綺麗ね今夜の勝負は引くに引けない譲れはしない女心よね胸秘めた想い一ついいのよこのまま心が残るのなら海向かい願い一つ百万石の誇りよ鏡岬この指触れた湯だけぬくもり心残してその先見れば翼畳んで港に向かい帰る天敵必殺心情なれど心の隙も見せたくないの若鶴たちの戦の海へ走る一の矢二の矢いかければそう外周一色けれども今度の勝負は油断できないできるはずない女心よね胸秘めた想い一ついいのよこのまま何かが残るのなら明かりの山に願い一つ百万石の祈りよ鏡岬私とあなたいかければほら桜吹雪が綺麗ね今夜の勝負も引くに引けない引けるはずない女心よね胸秘めた願い一ついいのよこのまま心が残るのなら忘れない想い一つ百万石の誇りよ鏡岬イリスってなんとか逃げてきたわ日本のデストロイヤーは夜はアグレッシブね疲れたはい、鏡岬の、通常バージョンと、鏡岬回2つのね鏡岬をかけさせていただきました。うん、I'll be counting on you あったやられちゃったでもこんなの私にはかすり傷だから CBE73 ニューキャンディルベイ出撃しますもう怖くなんか覗くなバカさあ
突撃をしていきましょう。こちらは OK ね。よし。CVE73 ニューキャンビルベイ出撃します。もう怖くなんかない。そうですね。あと今日はね、この戦闘が無事に完了しましたら、今日は何の日コーナーをね、やりたい。やらせてください。ということで用意はしています。何が出てくるかは、それまで、お楽しみに。ユラが一番なの？本当？やったー。いつもでしたらね、この海域に関しては、秋津島入りの左回りからね、攻略する機会が、まあ、ほとんどなんですよね。もちろん、ガンビアベイの編成でも、左から回っていくことは可能なんですけども、それでも、道中がね、手強いので、どっちから行ってもこの海域は手強いですからね。であれば、もう右側から攻めた方が、今回に関しては、いいと思います。よし、今回は武蔵にちゃんと砲弾が集まってるので、多分ね、下の方には行かないでね。見ての通りね、この海域は攻略難度がワンランク上がっちゃうんで、特にもう攻略された方はいいんですけど、もしまだね、攻略まだっていう人であれば、イベントになると、最強なのか、警戒陣がね、使えるので、警戒陣があると、もっと突破は楽なはずですよね。さっきはね、T 字振り引いちゃったからね、それだともう殴られ放題だから、なんとか反抗戦でお願いします。同行戦でも先に叩けばいい話だ。今の僕は負けないよ。甘い。あと2つ。あと1回。よし、OK。スクさん、6-4右ルートダル S。右ルートがね、左ルートもなかなか空襲2回あったりするんで、厳しいんですけど、
ここね、潜水艦がね、最初にいるっていうのが一番ネックですよね。これで燃料持ってかれますからね。まあそういったことも考慮されてて、まあ A 勝利でいいよと。S 勝利取るにはね、対地装備がきちんと配備されていないと、特にね、集積地あたりが粘りますので、もう一発で沈めてあげないと、S 勝利はちょっときつい。Did I help you? Really? それならよかったです。ふう。よし。離島世紀。これで、ここまで来るとね、ここまでやっと来ました。今度は戦わせてもらいます。うわー、基地航空隊が今度は。未機関機多数とは。まずいな、集積地に残っちゃったな。まずこいつ集積地をなんとかしてくれ。ほらほら荒ぶってるな。サミダレを集めて林って場所だし突撃よ。オープンファイヤー。よく狙ってこのカット動きにくいからよし、落ちたな。無理スコアチュレンアタックじゃなくてやってみましょうか。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。よーし、終了。安堵ですね。いえ、違う。駆逐艦乗りの意地と栄光か。いいものね。ね、もらっておくわ。もう霞がね、集積地燃やして MVP ですね。よしよし。かのやさん、パチパチパチ。あ、鹿屋さん、ありがとうございます。そして、艦隊のアイドル、中ちゃんですね。スクさん、パチパチパチ。スクさんもありがとうございます。それでは、任務達成できましたので、報酬の受領をしていきましょう。こちら、海藻特務空母カンビアベイマーク2抜病完了ですね。任務報酬なんですけどね、これどうなんだろうな。まあ TBF も結構残ってるんだけど、ここは、TBF で行こうかな。なんか欧州行くし、特攻あったりすると怖いんで、これもらっときます。そしてね、今回、戦火とね、こちらの新型機選びますけど、ここは新型機を選ばせていただきましょう。燃料、弾薬、鋼材、防気サイト730。まあこれは、ガンビアベイがね、730、73っていうことをかけていると思います。はい。そして、TBF。そして、こちらの、
これはファイヤーボールでいいのかな。うん。新型艦船ゲットしましょう。ここはね。はい。これでまだ任務はね、クォータリーとかはあるけど、単発の出撃任務はこれで完了になりましたね。うん。あとは、イベントまで、待っていカノヤさん、きたいな。戦果取る人ってどんな提督なんだろう。まあ今月、まあ1位とかね、狙ってる人だったら取るかもしれないし、まあそう、1位とか、まあ1軍、2軍、連合とかね、まあそういったところだとかなりこの800っていうのはでかいですからね、あり得るかもしれないですね。それではね、任務の方はこれで今日は完了となりますので、今日は何の日コーナーやらせていただきたいと思います。カノヤさん、連合狙いとかだと、あるかもですか。まあね、招き猫人それぞれだと思いますからね。招き猫さん、ありがとうございます。いやー、イベント以来ですね。ちょっとこんな長く配信したのは。では、今日のね、紹介するのは、はい。まだ一つ消えてない。名称。はい、本日は、7月28日、第一次世界大戦開戦記念日となっております。こちらはね、1914年ですね。大正3年のこの日、オーストリアですね。オーストラリアじゃありません。オーストリアのセルビアに宣戦布告をし、第一次世界大戦が始まります。1914年の6月、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者フランス・フェルディナンド夫婦がセルビア人の青年に銃撃されるというサラエボ事件がきっかけとなって第一次世界大戦が開戦します。ドイツ、オーストリア、オスマン帝国、ブルガリアからなる同盟国と三国協商を形成していたイギリス、フランス、ロシアを中心とする連合国の2つの陣営に分かれ、日本、イタリア、アメリカ合衆国も後に連合国側に立ち参戦をします。ほんのきっかけはね、この皇位継承者のね、夫婦が、銃撃されてしまうということなので、本来であればね、
オーストリアと、セルビアのだけのね、戦争になるはずだったんですけども、当時は、当時と言いますか今もですね、安全保障ということで、同盟を結んでいる、そういうのがきっかけになって、一カ国がね、戦争を始めちゃうと、それを安全保障上の協定を結んでいる同盟国が参戦をしなければならないというね、そういう理由から両国の同盟国も次々と参戦をしていく結果として世界大戦に発展してしまったということになるわけなんですね。ですから今我々がね住んでいるこの世界もいろんな国がね同盟していますので、もしどこかの国とどこかの国が戦端を開くことになると、その安全保障上同盟している国も同時に戦争に参加しなければいけないというねことで、非常にきっかけはね本当に些細ではないんですけども、ほんの一つの事件がこういった大きな事件に発展をしていくということをそしてその戦争もね、当然終わりがやってきます。長期戦によって一般市民への統制は強化され、海上封鎖の影響により植民地と連絡を絶たれた同盟諸国は経済が疲弊。1918年に入るとトルコ、オーストラリアで革命が発生して帝国が瓦解。ドイツでも11月にキール軍港での水兵の反乱をきっかけにドイツ皇帝ベルフェルム2世は大尉に追い込まれて、結果として、戦争を継続することが困難、事実上不可能ということになりました。5年にわたる世界大戦、長いですね。兵士だけでも900万人以上のね方が亡くなっているということでして、大変な戦でしたね。本日は、そんな第一次世界大戦が始まったであろうそのきっかけになった日、7月28日、その開戦記念日ということで紹介させていただきました。はい、ということで、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日はね、この海藻特装空母ガンビアベインマーク2の、配信をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は、来月メンテナンスがねイベント前に1回入るということだったので、そのその前に1回、まだ題目は決めていませんけども配信しようと思っております。また Twitter 等で、ご案内等いたしますので、ぜひね次回も見に来てねよろしくお願いします。それでは、今日はこれで、
失礼いたしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まだまだ暑い日が続きますけども、皆さん元気でね、また次回もお会いしましょう。それでは失礼いたします。じゃあね。かのやさん、お疲れ様でした。